有田という町はこの焼き物の中でも磁器というものを作っている町なんですけれども、もともとちょうど400年ほど前に、豊臣秀吉の朝鮮半島への出兵でこれ連れ帰ってきた刀工が唐津焼を最初焼いてるんですよね。で仕事場を求めてずっとこう南に下ってくる段階で有田の地で偶然この磁器の石を発見するんですよ。でそれまで人も入らないような山奥だったところに石が発見されたことによって焼き物を作る町ができて、でその焼き物が伊万里を積み出し港として出ていってますから、伊万里焼という名前でこう広まっていって、それがもう本当に400年前からずっとその焼き物の仕事だけで町がずっとこう400年続いてきたという、本当にある意味日本の中でも珍しい町なんじゃないかなと私は思ってるんです。佐賀県自身はですね、実際、400年どころかもっと前からあるところではあるんですが、やはり豊臣秀吉の朝鮮半島への出兵でこう連れ帰ってきた刀工が作り始めたということもあって、韓国とのやっぱりつながりっていうのは深いところだと思うんですよね。ですから有田におきましても、数年前に有田は400年という記念の年だったんですが、大正の初めに300年という年を迎えた時に有田の氏神様の東山神社の上に最初の李三平の碑を作ってるんですよね。ですからやはり有田の我々にとってはやはり韓国という土地は我々のこの仕事を一番最初にこう作っていただいたっていう、すごく尊敬の念を持ってるっていう、そういうふうな仕事を通じてっていうことと土地的な地理的なところを含めてやはり韓国との関係はありますね。有田っていうのは本当にこの日本の中のっていうよりも世界のいろんな流れの中に巻き込まれてるんですよ。こんな小さな佐賀県の西の果ての小さなこの町であるのにですね。でヨーロッパへの方の輸出っていうのは有田の方から市場を開発して出ていったわけじゃなくて、あれはちょうど当時はヨーロッパの方へは中国の焼き物がヨーロッパに渡ってるんですね。中国の慶徳鎮の焼き物が。でそれが中国がちょうど明時代の末期になって中国の国内が戦争状態になって慶徳鎮あたりも戦場となって焼き物が輸出できなくなるんですよ。そうすると当時貿易をしていた東インド貿易会社が中国の代わりとして有田の焼き物を持っていって、それがヨーロッパの王様の目に留まって大量な注文をいただきながら、本当に何百万個という焼き物がヨーロッパに渡っていると。これは本当に世界の大きな流れの中に有田がこう入り込んだ。でその後、ヨーロッパの方でマイセンで焼き物が作られたり、中国も明から清に変わっていい焼き物ができるようになると、今度はその輸出がなくなって国内向けになっていくんですが、明治の最初の頃になると今度はヨーロッパの方でジャポニズムのこの運動が起こると、さらに有田の焼き物がまた注目を浴びると。ですから本当に有田の人間がこうアプローチしたわけじゃなくて、世界の大きな流れの中にこう入り込んでるという不思議な町だと思いますね。こちらで職人さんたちがですね、いろいろ形を作ったり、物を削ったりしているところでございますね。こういった鉄の器具を使ってですね、生地を削っている、形を整えているところでございます。こういったトンボというですね、大きさをこう測るように手作りでこう作っております。竹でですね。あとはこういった感じでですね、こうずっと削っていってこういった形になるまでしております。
有田を中心として伊万里とか武雄とかいろんなところで焼き物がこう作られてますよね。で有田自身もそうなんですが、みんなが一つの方向性のものを作ってるわけじゃなくて、これはどの時代であっても1650年代であっても1700年であっても現代でも100件窯があると100通りの方向性でみんなそれぞれこう作ってると。でその多様性があったから私はこの400年有田がずっと焼き物を作り続けられたんだと思うんです。そういうふうな意味で有田だけではなくて肥前の養業圏というその広がりの中でさらに有田よりも多様性を持って、世の中に私は焼き物の文化をこう提案してきた地域なんじゃないかなと思いますね。はい。17世紀のヨーロッパへの輸出っていうのは有田のものが認められたっていうよりも中国の代わりのものであったし、ジャポニズムっていうのもそれまでのヨーロッパの文化の中で新しいものをって言った時に日本の文化っていうことで、日本の文化が本当にこう認められたっていうことではないんだと思うんですよね。で、日本の文化っていうのはすごく世界の中ではちょっと得意なんじゃないかなと。ですから、それは日本と韓国と中国と微妙に文化は微妙っていうかかなり違うんだと思うんですね。で自分が14代を襲名した時にある方から今から少なくとも時代としてはグローバルになっていくと、そうすると日本と韓国と中国の文化の違いは何であるかをきちっと説明できなきゃダメなんだよと。で西洋の方から見るとその一緒の国だと思われているようなところもあるから、それは説明できなきゃいけないんだよって言われたことがあったんです。でそれで自分の中ではそれはすごく大きなテーマなんですけども、韓国との違いは微妙に分かりにくいところがあるんですが、中国との違いっていうのはいろんな方と議論する中で、日本っていうのはやはり自然と共存しないと生きていけない国なんだろうと。地理的な要件とかいろんなことを含めてやはり自然との共存っていうものがすごく大きなところ、それが日本のこの工芸という文化を作り出してるし、日本の工芸というものが日本の中で芸術と言われているようなところ、それも土味だとか人間の力だけで作るんじゃなくて自然の力との合作みたいな感じで作る、それが日本の文化の私根本的な考え方だろうと思うんですね。で中国の場合は自然といっても揚子江といっても海みたいに大きいし、山といってもとんでもない大きいし、民族も乱れてるし、自然と共存と言ってると生きていけないから、やはり人間を超える自然を超える超自然という考え方でやはり文化が成り立ってるんじゃないか。でそれはむしろ中国の方がヨーロッパと近い考え方なんじゃないかなと思うんですよね。だから全く考え方文化の違うところに紹介しようとすると、私は、日本の文化の考え方をきっちり紹介した上で焼き物を紹介していかないとそのものの良さっていうかその考え方っていうのはなかなか伝わりにくいんじゃないかなと思うんですよね。こういった後ろでカンナとかでですね削りカスですとかですね、表面のなんていうんですか凸凹というかですね、そういったものをきれいにさらしでさらしをお湯に浸してそれできれいに拭き上げる、はい、昔からの女性の方がされている仕事なんですけど、これがどちらかというと重要な、はい、仕上がり具合が、ちょっと触ってもし触れます？大丈夫です。ちょっと触る。よかったらちょっとはいはいつるつる、こうまだザラザラ少しザラザラなんですね。全然違いますですね。はい。こういった感じで、はい。革製品で、すごいはいハッとしてる。そうなんですね。で、ここで拭き上げたものを、素焼きにかけるわけですね。
ガラスのバカラさんとコラボレーションしたり、焼き物のクラウンダービー社さんとコラボレーションしたりとか、コラボレーションするんだったらやっぱりしっかり取り組んで、それぞれではできない2つ合わさったから生まれるようなものじゃなきゃいけないんだろうと思うんですよね。でその中で、いつも思うのが、この工芸の仕事っていう自分の仕事でもそうなんですが、自分の思いだけでこう作ってるだけじゃなくて、いろんな方からの依頼とかですね、こんなものを勉強したらっていうことによって新しいものが見つかるっていうことがずっと襲名以来そんなことばっかりみたいなところがあるんですよね。で自分の思いだけで作ってるとどうしても先細りになるところを、全然違うお仕事の方、意識の方からこんなものを作ってって言われることによって作ってみると、自分が思わないものが見つかるって、それも一つの私大きなコラボレーションなんだろうなと思うんですね。で日本の工芸の考え方の中に、私それはもう昔からあって、作り手だけで作るんじゃなくて自然とのコラボレーションでもあるし、人とのコラボレーションで、その人とのコラボレーションを一番端的に表しているのをある方に言わせると、千利休と長次郎の関係だろうと。で千利休がこんなもの作れって言うと、長次郎がそれ以上のものを作って、その関わり、その全然違う価値観の関わりの中で今までないものが生まれてくるっていうことだと思うんですよね。だからそれは使い手と作り手でもあるし、全く違うジャンルの仕事の人でもあるし、そうやって違う方向性のものが合わさることによって生まれるっていうのは、これはいっぱい可能性はあるんじゃないかなと思いますね。はい。ここが素焼き窯といいまして、先ほど形を作ったものを、焼くところでございますね。はい、絵付けをする前ですね。さっき土を固めただけだったので、ちょっとまだ硬くないんですね、本当にですね。それがこういうふうに焼き締めるところでございますね。で、あとこちらが本窯というところになります。よいしょ。今中に入ってるのはですね、仮置きで物置のような感じでちょっと置いてるんですけれども、実際にこの中で、作品を焼くときはこういった鞘とかですね、母子と呼ばれるものの中に製品を一つ一つ入れて積み重ねて、それを中にずっと積み重ねて、焼いていきます。鞘、はい、母子っていうんですが、はい。36時間かけて1300度まで温度を上げるんですね。はい。だいたい1ヶ月半ぐらいに1回ぐらいですね。はい。ですね、年に8回ぐらい。でこういった感じですね。最初こう釉薬っていうのを表面にかけて、それを、薪で温度を上げることによって表面の、ものがガラス質に、はい、で下からこう模様が浮き上がってくる。ですので温度を間違えると、下の絵の具の発色が悪かったり、表面の釉薬の色が、悪くなったりして製品にならないわけですね。この絵が絵付け場でですね、上絵付けですとか、あと下絵付けをする、ところになります。上の方に職人がおります。普段はすみません、ちょっとご覧いただいておりませんので、ちょっと今回はご案内をちょっと控えさせていただきます。
やっぱり職人さんがやっぱり細かい作業をしてるっていうのもあって、はい、集中がですねどうしてもそがれるのを嫌がるっていうのがありまして、はい、以前は見学もしていただいたことも一時期あったようなんですけど、やっぱりどうしてもそうですね、はい、話し声とかですね、はい、で私たちが歩くのもちょっと気を使って歩く職人の世界ですので。そういう時間ってまあもう携帯電話すぐなっちゃいますし、本当にこうなんというか貴重というか、職人さんもすごいその時間ってすごい豊かというか、そうですよね。そうですね。逆にこう差が激しいんじゃないですか。こう現実世界に戻った時にこう、電話とかがあって、こう世話しない感じでこちらに入るとこう違う時間が流れてるみたいな。そうですね。はい。場所だと想像します。そうですね。ピンと張り詰めたやっぱり空気っていうか時間が。私は触覚はすごく大切だと思ってるし、昔からこの指あたりっていう言葉をよく使ってるんですね。指に触るこの感覚で、これなんていうかな、もののデザインとか言うと形とか文様とかいうことが言われたりするんですが、やっぱりこの手に触れるこの触覚、指あたりの感覚っていうのはすごく大切な要素で、やっぱり使うものでありますから、そこの意識が欠けてるっていうのは私すごく良くないことで、そこをすごく丁寧に追求していくっていうことはこの工芸の一番大切なところなんじゃないかなと。それはなかなか人に分かりにくいところなんですが、ただこの指で触った時にこの指あたりがすごく心地よいっていうのは、これ釉薬の表面の微妙な部分のなせる技だと思うんですけれども、そこはすごく大切で、本当に今回コロナのこういうふうな状態の中で、皆さんが生活をちょっとかなり変わった今までとは違う生活になった時に、やはり暮らしの中でのこの器を使うとか、暮らしの中で丁寧に生活をするとか、そういうようなところの時にやはりこの触覚とかですね、口当たりとかですね、なんか微妙なところの感覚はそれを本当に大切にしようと思っていただければ嬉しいなと思ってはいますね。だから最初は嫌だったかもしれないけども、そういうような生活してると、これはすごく大切なことなんだとかですね、この時間の過ごし方はちょっと今まで忙しい時間の使い方してたけれども、すごく大切なことなんだと。しかし経済として食べていかなきゃいけないことはあるけれども、何かそこら辺りをこう考えさせられる機会になったんじゃないかなと思いますね。はい。でこれをこうしていくときに、なんていうかな、ここにじゃあもうちょっと葉っぱをこう加えようとするじゃないですか。そうするとここに加えると、こっちが出たらこっちも出さないと落ち着かない、ここに出すとここに出さなきゃ落ち着かないっていうのが囲碁の置かれる時にここに来たらこっちとかあるじゃないですか。全く景色の持っていき方が一緒だと思ってから、はい。感覚でここに来たらここを押さえなきゃって、ここを押さえられたらこっちへ出なきゃってありますよね。そう。だけどバランス難しいでしょうね。そう、なんていうかな、きっちりと整体するきちっとしたバランスで作ろうか、そのバランスをちょっと崩してここに空間作ってそこを見せようかとかいうのがありますもんね。でちょっとした本当、こういうのもでも、線の一本外側角内側角で葉っぱの雰囲気とかこう違ってくるしですね、もう本当にここで葉っぱ一枚増やすかどうか、ここ一枚出すか出さないかとか、もう本当一つ一つがなんかこう
自分の感覚的なところは勝負してるって感じですよね。最初よくできたと思うものってあんまり皆さんから評価されなくて、でそれってなんかこっちからなんかこれ見よがしのところが出てるんじゃないかなと思いますよね。なんか一生懸命苦労しながらなんかよくわかんない、でも、これしかってなんか自分でもわかんないようなところのものの方がなんか評判良かったりするっていうのはそこかなと思いますね。